レンズの量を教えてください。300円お願いします。はーい。ニンニクの感じが忘れられない。中毒性がある。うまい。7番でお待ちのお客様。こちらは今日使う分のスープですか？そうです。大体になるので、隣のスープから移して量を調整します。今ここにある分がだいたい土日の1日分ぐらい。3日今日ぐらいですかね。だいたい1日何本ぐらい、何キロぐらい使うん土ですか？日だと本数でいうと12、3本は出るかなと思います。部位で言ったらどの部位ですか？うちは2種類使ってて、バラ肉と腕肉を使ってます。どうして夢見てなんぼという会社に入社をされたんですか？ラーメン作れるようになりたいっていうのが一つ人生の後半の目標としてあって、それがラーメンをするかどうかにはあんまり直結はしてなかったんですけど、前の夢を語れという屋号でうちの代表の中村が働いている時に客として札幌の店舗によく行ってたんですけど、その時にラーメンを売るっていうよりはラーメンに付加価値をつけて元気なところを売るというか、そういった姿勢に感銘を受けて、ラーメンをやるんだったら中村のところでやりたいなっていう思いがあって、ここで働いてます。実際に今お店で働かれて何年ぐらいになるんですか？私は去年の12月からこの店舗で働いているので、間もなくで1年っていうところですね。今日と明日使うチャーシューですね。こっちがバラ肉で巻いてます。何キロぐらいって分かったりしますか15キロぐらいかなと思います。多くてこれぐらいですね。毎日ちょっとずつスープに入れてスープの味も作る元になっているので、毎日計算しながら過不足ないように入れてます。フードコートにある二郎系ラーメンってかなり珍しいかなと思うんですけど、どういうお客さんが多いですか？お買い物来てくれて家族連れで、例えばお父さんだけラーメン食べてるとか、そういった方も多く、土日は特に多くいらっしゃるので、普段入りづらいかもなって思ってる方とか、あるいは家族と一緒に過ごさなきゃいけないけどどうしてもラーメン食べたいとか、そういう方は来てくれるかなと思います。フードコートのならではの良さというか、そういう使い食べれる方をしてほしいなっていう思いもあるので。やっぱ男性の方が多いですか？一般的なラーメン屋さんの男女比よりは女性の方が意外と女性も多いかもしれません。フードコートの力を感じてます。そういうところで年代は大学生とかというよりは家族連れとか20代30代の方が多いかもしれませんね。土日は特に。
願いします。いらっしゃいませ。じゃあ出てきた食券全部お持ちになってお席でお待ちください。麺はだいたい何分ぐらい？麺は4分半で。伝票番号1番でお待ちのお客様、油が少なめの方です。はい、こちらになります。こちらになります。どうぞ。たまになんか食べたくなるみたいな感じで、ボリュームあっていい。夢見てなんぼ自体はどのようにしてできたんですか？夢を語る札幌から、独立した中村が作った店になってまして、中村の福岡移住に合わせて福岡には4店舗と、あと九州にフランチャイズで1店舗と札幌に1店舗という状況になってます。中村札幌の人間でもないので、その屋号を使って今3年間だけですよっていうようなルールのもとでやっているので、その3年経過とともに独立して今の屋号になっているという状況です。伝票番号2番でお待ちのお客様。じゃあお先に汁なしのお客様からお渡しします。お盆1枚どうぞ。こちらラーメンになります。お箸とレンゲと好きな調味料どれでもお持ちください。伝票番号3番4番でお待ちの方。3種類のしの電子の油と豚丼ちょっとそちらいますか？はい。せっかくだからはい、こちらです。おさっき 100g のラーメンです。はい、お一つ目です。こちらが油辛め少なめですね。ニンニクは抜きです。7番でお待ちのお客様。今日はどうしてお店に来られたんですか？子供のスポーツ少年団の練習試合があるので、待ち合わせがここなんですよ。子供がラーメン食べたいって言ったから。こういったラーメンは初めてですか？そうですね。一瞬多いのかなと思います。食べれそうですか？はい。お味はいかがですか？美味しいです。はい、こちらになります。お待たせしました。持っていけるか。はい、お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。はい、こちらとライスですね。はい、お待たせしました。お店にはよく来られるんですか？結構今日は汁なしのメニューで全部し食べきれそうですか？これぐらいだったらまだ全然味美味しいです。ニンニクの感じが忘れられない中毒性がある。
麺入れちゃっていいの16番の伝票でお待ちのお客様、汁なしの赤い粉ですね。17番でお待ちのお客様、はい、こちらになります。初めての方だったら何グラムぐらいがおすすめですか？全く初めての方だと150とか200ぐらいだと野菜を多少多くしても食べきれるかなと思います。19番の伝票でお待ちのお客様、油がありの方ですね。こちらになります。お待たせしました。野菜のマシマシなんですけど、ストックがタイミングが取れますので、食べきれる良いところでストックしてください。大丈夫ですか？これで。これマシぐらいしかないですよ。じゃあもう一発お願いします。キャベツ多めにしときます。お願いします。結構すごいな。まあもやしとキャベツですからね。水なんで。ちょっと多めにしときます、ね。ありがとうございます。はい、お待たせしました。伝票番号22番でお待ちのお客様、汁なし豚2枚赤い粉ですね。お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、豚汁なしです。ごゆっくりどうぞ。いらっしゃいませ。麺の量教えてください。300円はーい。24番でお待ちのお客様、ごゆっくりどうぞ。お好きな調味料お席までどうぞ。昨日も来られたんですか？今日も来ちゃいました多い時で週に2回から3回ぐらいです。ここはもうずっと来てますね。多分20回以上は来てると思う。結構お近くなんですか？ほぼ10分ぐらい以内で来れるんで、店主さんとかもすごい気前いいですし、スムーズに食べれるっていうのも結構来ちゃう理由かなって感じですね。これからまあ人気店になっていったらちょっと習うかもしれないですけど、それはそれで嬉しいんで。じゃあもう完全にファンですね、お店の。あるんです最高ですね。こちらは今日作った分の。今日作った分です。今日と明日でおそらく使い切りますね。32番でお待ちのお客様、汁なしのニンニク少なめですね。赤い粉です。ごゆっくりどうぞ。お店の推しのメニューは何ですか？ラーメンの方は汁なしよりはうちは多く出るんですけど、豚汁なしと豚3枚入ってたやつは1枚目と3枚目がガラに、2枚目が腕肉をぜひちょっと食べ比べてもらいたいんですね。それだと2種類の豚が出る。34番でお待ちのお客様、はい。丼5個入れてきて。
39番でお待ちのお客様。はい、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。ラーメンです。ごゆっくりどうぞ。51番でお待ちのお客様。52番でお待ちのお客様。こちらとナイフのショート生卵ですね。ごゆっくりどうぞ。350枚ですね。はい、お待たせしました。お店にはよく来るんですか？初めて。二郎系はもともと好きで、どうですか、他のお店と比べて。美味しいです。こちらは何ラーメン？それ味噌です。よし、締めたできたよ。56番でお待ちの方。はい、こちらになります。お箸とレンゲと好きな調味料をお持ちください。いらっしゃいませ。見た感じはこってりそうだけど、他にない味っていうか、そこがいいところ。71通してください。大好き。そうだよね。魚の香ばしい感じが大好きだし、焦げた油の感じも好きです。ありがとうございます。またよろしくお願いします。こちらは何が入ってるんですか？これげんこつと魚かな。スープは基本げんこつとってから。そうか、この魚。すごい真っ黒ですそうね。ここが下のよ。昨日がっつり。この黒い塊が実際炊いた。油とかお肉とかさの焦げ。炭になるんで、こうやって。何時間ぐらい炊くんですか？ものによるかな。4時間で終わるやつもいれば、8時間やってもダメなやつもいれば、10時間やらなきゃいけないやつもいれば、そんなバラバラな。一生終わんないやつもいるし、色がつかないやつもいるし、やってみないと分かんない。これは何時間っていうのはないですね。
で3回圧縮するんですよ。帯状にして、その後そっちのローラーの方行って徐々に薄く伸ばしていく。これを何回ぐらい繰り返すんですか？今日はこの2つやるんで4回、このロールが4つでいいんですよ。すごい濃い醤油の香りが。チャーシュー煮るだけのための。これ何キロ？今日は120かな。まだこれで半分だから。今日は少ないでしょ、120だから。多い時だと一応180までには収めたい。200になっちゃう時とかもあるけど。チャーシューはこちらで2店舗分。そう1週間も出せる分を作っていく。つけて置いとかなきゃいけないから、普通チャーシューって切ったらタッパーやってるでしょ。うちは切ったらこのために使うと思うか。八屋の中華そばってどんな味ですか？初めて食べた時は小学生ぐらいの頃だったんですけど、魚臭くてなんだろうこの味って最初思って、また食べたいと思わなかったんですよ。ここに縁があって働かせてもらうことになって食べた時に懐かしいと思ったんですよ。昔ダメだったのになんだろうこの感じと思って、それからすごく食べたくなる味で、ダメな人はダメ、好きな人はとことん好きみたいな、好き嫌いがはっきりするっていうんですかね。焦がしラードが特にこうやっぱり焦げ臭いのがダメな人は多分ダメでしょうし、刺さる人には刺さるみたいな感じだと思いますけどね。ちょうど2年ぐらい前かな、横浜のラーメン博物館に出張行ってたんですよ。その時にはやっぱり食べれないってお客さんいましたね。よく来てた方とかは3週間いたうちに15日間ぐらい来てくれたりとか、その人はもう昔から来てたみたいで。ラーメン博物館にも出店されてる。一緒だよ、10年ね。まあ正確には9年と10ヶ月ぐらいなんですよ。SNS で炎上したのもあるけどさ、ガソリン臭いとかさ、あんなのもう20年も前から言われてるよ。いろんなこと言われてるから、そういう捉え方する人もいるんだなって勉強。みんなに伝わるのが一番いいんだけど、逆に何年経ってもさ、昔横浜で食べたけど八はダメだったとかさ、博物館やめてうちもう20年経つんだよ。でもうちも嫌いなのに覚えてるわけでしょ、みんな。好きじゃん、覚えてんだもんって思ってる。店としては勝ちだよね。認知されるのも覚えてくれるっていうのは嬉しいじゃない。味なんてそんな好みあるんだからさ、みんながみんな好きなものなんか絶対無理なんだから、良くも悪くも覚えててくれるっていうのは幸せよ。一番最初小学校の時に博物館が誘致に来てくれたのよ。その時人がいないし断ってんだよね。旭川閉めていくわけにもいかんでしょ。まだオープン前だよね。だから92年とか3年じゃない。俺が高校卒業する前の年3年生の夏前かなにもう一回来てくれたのよ。その時にうちの親が行きたいって言うから、じゃあ俺手伝うよって言って結局入ったの。博物館辞めた時にその後いろいろ広島行ったり東京で大正圏で見たんだよね。4年ぐらいいたのかな。うちのじいちゃんが東京オリンピックの年に一番最初のね、東京で事故ったのよ。で記憶喪失になって結局うちのラーメンのレシピも分かんないわけよ。今の社長が中2だか中3だから、そっくらい大変だったみたいよ。じゃあ一回そこで味がリセットされてると思う。それも分かんないわけ。灰節が入ってたらしい昔ね。数年に1回、うち12月8日だから創業は、その時に23日かな、まあ、取れるだけこっちでも売るんだわ。じいちゃん記憶喪失になって、うちのばあちゃん
とパーツの兄弟がやってたんだけど、その時にいろいろ変わってきたんじゃない？このラーメンが好きで働き出して、もう何年も前から好きなんですか？そうそうそう、旭川来たのが20歳ぐらいの時だから、25歳ぐらいからここ来てたかな、食べにね。よし、お願いします。はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。食券の方お願いします。2つです。濃いめです。シャーベいらっしゃいませ。食券の方お願いします。71通してください。この1名71通してください。
2つ。はい。お店は本日初めて来られたんですか？かなり来てる。数十回は来てるよね。大好き。そうだよね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。丼出しました。はい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。結構黒くて結構びっくりしたんですけど、初めて独特な感じのスープかな。美味しいです。はい、お待たせしました。醤油、油普通ですね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。限定中あります。いらっしゃいませ。出てるよ。油2つ濃いので。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。出ました。磯一。はい。いらっしゃいませ。お店にはよく来られるんですか？そうですね。鹿児島からのお客さんなんで。初めて食べられたんですか？初めてで、はい、美味しいです。結構独特じゃないですか？見た感じはこってりそうだけど、他にない味っていうか、そこがいいところ。
しゃいませ。いらっしゃいませ。味噌一丁 OK です。いらっしゃいませ。ございます。お願いします。ありがとうございます。大盛り濃い。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。今日はどうしてお店に来られたんですか？九州から来てるので、来たら必ず来るので、いつも連れてきてもらってます。もともとお二人ともなんか旭川のご出身。親戚いとこ同士。あ、いとこ同士ですか。あ年に3、4回は来るんですけど、ラーメン大好きだから、ここでは絶対食べられないので。戻った時に。必ず来ます。匂いも違うし、魚の香ばしい感じも大好きだし、焦げた油の感じも好きです。熊本にもあるんですけど、鼻に入ってくる香りが全然違う。これを食べたら元気かなっていう気がします。ありがとうございます。お願いします。白ネギです。はい。奥どうぞ。ありがとうございます。豚飯です。まあここの良さなんですかね。ありがとうございます。
じまじと取られることない。ヒカキンさんに似てるっていうのは話題になったのっていうのはすみません、改めてどういうきっかけになるんですか？小樽ってあるんですけど、そこのお店の館内にいた女子高生3人組がめっちゃ似てるって言われてそこから始まりました。カップ麺が出た時はもう大爆発しましたね。うち忙しかったですからね。僕バージョンで銀パロのラーメンと丼でプロの方が作ってくれました。やりすぎですよ。怒られるかもしれないです。すごいっすね。ありがたいですよ、本当。生きてるだけなのに。これから血抜きっていう作業をしていきます。北海道産の豚骨を使って長時間煮込んで作ってます。で、手稲が来年で10年になります。デカ盛りチャレンジもやられてますか？デカ盛りやってますよ。若い方とかチャレンジされるんですか？いやでも最近減りましたね。前に比べれば。前は結構いたんですけど、25、26、29枚。アンジェラさんが4枚あるんでアンジェラさん7キロなので。メニューで一番これが一押しとか売れてるとかってどういうところメニューはパイクーメンっていう揚げた豚バラの肉が入ったラーメンが出ますね。この麺の数でいくと200近くとかですね。平日は男性の仕事してる方が多いです。土日は結構お子様連れのファミリー層が結構多いですね。何本分ぐらい？何本だろう。誰かいるの？炭酸エールお前一人いる。俺もうダメすごいですよ。いや。コピーですよ。味噌とタンパン少なめです。
上がります。はい、失礼いたします。こちら味噌になります。大勢です。お気をつけて召し上がってください。失礼いたします。はい、失礼いたします。冷やし担々麺の麺少なめですね。よく混ぜて召し上がってください。いつも何注文されてるんですか？今日はだいたい香ばしい醤油か香ばしい塩が多いですかね。はい。お味の方などいかがですか？美味しくてね、スタッフの方々の人柄とか、そこら辺でよくやるで来てますけどね。はい。お気をつけてお帰りください。ありがとうございます。まず半面いった。上がりです。はい。石垣さんです。上がります。お願いします。冷やし大ダブル。はい、お願いします。上がりで。上がります。こちら銀太郎さんって結構来られるんですか？たまに。たまに。いつもは味噌ラーメンとかですかね。今日は冷やし担々。夏はこれ食う、まあここの良さなんですかね。ハーフ味噌ネギ塩です。そう
麺方っすね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。醤油の味濃いめ。硬め。辛ラーメン醤油。それじゃあっちの僕の。味濃いめ。はいよ。上がりです。わかります。はい、失礼いたします。お待たせいたしました。醤油の辛ラーメンのお客様、召し上がってください。ありがとうございます。まもなくラーメンです。ハーブ醤油とネギ塩豚と上がりです。上がります。銀太郎さんってよく来られるんですか？月1回ぐらいペースですかね。いつも何注文されてるんですか？ランチセット、半ラーメンにネギ塩豚とですか。味もそうですけども量もちょうどよくて値段も手頃だし美味しかったです。ありがとうございます。豚バラ肉抜きからし。ありがとうございます。はい。はい。お待たせしました。いや、いいですよ。食べることが元気なこと。結構香ばし醤油が出ますね。結構出ます。おすすめ醤油なんで。ああ。香ばし味噌。味噌で。はい。以上でよろしいです。失礼いたしました。お水です。お手入れ気をつけて召し上がってください。スパイスメイン型の味噌ビーフオムライス。はい。はい。こっちでいいじゃん。ラーメンでーす。はい。あ、上が
ます。はい、お願いします。ネギとチャーシューです。はい。ありがとうございありがとうございます。ます。大盛り。いいよ。まもなくラーメンです。はい、お先。お先でーす。これが醤油2つ。はい。ほい。取ります。はい、お願いします。玉ねぎは日によりますね。10キロ使う時もあれば5キロの日もあればって感じですね。と味噌ビーからいきます。はい、お願いします。まず味噌。はい。まもなくラーメンです。お願いします。はい。お願いします。お願いします。終わります。お願いします。醤油パイク1枚。わかります。はい、お願いします。はい、お待たせいたしました。醤油の鶏パイクをメールボタンです。以上でお揃いでしょうか。ここからタレつけ込んでいくみたいな。ありがとうございます。そうです。はい。
めっちゃナイフ薄いと思う。大号泣してる。お願いします。終わりまーす。やっぱお味とかどんな感じ？めっちゃうまいです。麺は卵不使用です。なので卵アレルギーの方でも食べれます。ご飯物では何が一番出ます？パイクー丼ですかね。豚バラ肉。そうです。豚バラ肉です。ありがとうございます。はい、失礼します。まあでも今後は、まず10年目を迎えたいです。楽しく営業できればいいなって思うのと、もうなんかいつでも混んでるようなお店にしたいなって思います。あとはラーメン教室ってやってるんで、それを続けていきたいなって思います。はい。